皆さんこんにちは、チャー旅です。今回の動画はオーストラリアケアンズ4泊6日の旅最終回。前回の動画まではケアンズの街散策、グレートバリアリーフ、動物との触れ合いとケアンズをめちゃくちゃ満喫しています。5日目は待ちに待ったキュランダ高原列車の旅、そして6日目の帰国お土産紹介までをまとめてお届けします。世界最古の熱帯雨林キュランダへ出発。今日は9時30分の列車なので少し遊んでから駅に向かいます。数日間運休していたキュランダ鉄道、今日は運行再開の初日。早いね。我々が遅いだけなのかもしれない。ケアンズからキュランダ約37キロを結ぶキュランダ鉄道に乗車。キュランダ鉄道はケアンズ発8時30分、9時30分の1日2往復。すべて座席指定のため事前予約が必要です。事前予約が優先的に案内され、予約していない場合、当日に空きがあれば購入・乗車ができるようです。列車はディーゼル機関車の10連に客車が十数両。2便目は車両の数も多くゴールドクラスも連結されます。豪華でゆとりあるゴールドクラスはアルコールも含むフリードリンクと軽食、おつまみが提供されるようです。料金は片道あたりヘリテージクラスが約5000円、ゴールドクラスは倍の1万円です。予約は現地窓口、旅行代理店やインターネットなど。窓側や座る場所にこだわる場合は窓口での予約がおすすめです。ソファーシートのボックス座席は景色のいい方向に配置され、混雑時には相席になることもあります。キュランダまで約2時間の旅。ヘリテージクラスの車内にはウォーターサーバーのほかお手洗いも完備されています。出発前に日本語ガイドをスタッフさんから受け取りました。見どころをしっかりチェックします。Welcome on board. Our train is expected to be busy this morning with most of our customers boarding at the next station, so it is important that you remain in your allocated passage.鉱山採掘にルーツを持つ約130年以上の歴史ある鉄道、世界遺産クイーンズランドの湿潤熱帯地域をこれから走行します。その前に朝食タイム。列車内は飲食可能。せっかくなのでスーパーで購入したものをランチボックスに詰めてみました。ケアンズ駅を出発して約35分。列車は最初の見どころ、180度のヘアピンカーブがあるジャンガラループに突入。
ジャンガラループから30分ほどで沿線一番の見どころストーニークリーク滝に到着。 Then quickly look across the lake for another great photo of a waterfall. For your safety, please do not place any part of your body outside. As we cross the next bridge over the Peconic Creek, you should feel a lovely rush across 手掘りされたトンネルや巨岩、切り立った崖など車窓には次々と見どころや絶景が現れます。 Look across the gorge. キュランダ駅まであと10分ほどのところで一休み。プラットフォームの展望台からはオーストラリアで2番目の落差約265メートルを誇るバロン滝を見ることができます。Customers kindly note the platform is on the right-hand side in the direction of travel. On behalf of the onboard team, I'd like to thank you for sharing the Kuranda Scenic Railway experience with us this morning. キュランダ駅に到着。ホームを散策します。もう朝着いたやつってことだよね。そうそう、なるほどね。もう向き変えてるんや。ねえ、見られへんな、帰るところは。なんと側線を通って早くも着回しが行われていました。こんな連結シーンを撮るオタクは多分いないのか、見学者は自分たちだけ。とっても貴重なシーンを見ることができました。他にもキュランダ駅のポイントを扱う部屋や保存鉄道に来た気分で乗った後も楽しめます。ただの移動手段では終わらないキュランダ鉄道。皆さんもぜひ着いたらホームをゆっくり散策してみてください。すっごいいい天気で、左に行ったらあの建物がスカイレールの駅なんだね。で、右側が村らしい。キュランダ村。うわ、涼しいな、風吹いたら気持ちいい。何が帰りは2時の列車なので約2時間ぐらいかな。行ってみよう。怪しい。結構ね、坂やね。結構ホテルもあるんやね。お、見て上。ヘリテージマーケット、コアラガーデン。どっちから行く？ワールドキュランダ。まっすぐ。あ、こっちか。こっちか。おお、コアラガーデンかこれ。あ、ぽい。ぽいぽいやな。ぽい。どれぐらい並んでるんでしょうか。並んで。
帰りは1本目の列車、朝に乗った列車とは違う列車に乗車します。帰りの1本目の列車は混雑していて相席になりました。On the busy platform. 約2時間の列車旅、あっという間にケアンズ駅に到着。1時間半後に到着する2本目の列車もしっかり目に焼き付けました。2本目の列車は客車も多く、やはり1本目よりは空いていました。実質最終日の今日、ケアンズセントラルでオーストラリアのお土産を探します。大きいスーパー2店舗もしっかりチェック。購入したお土産がこちら。オーストラリアの紅茶といえば T2、 いろんなフレーバーがあって迷いましたが、カンカンが可愛くていろんな都市の名前が入ったこのアソートにしました。こちらはコーヒー、独自のカフェ・コーヒー文化があるオーストラリア。オーガニックのコーヒー、ロングブラックもあるお土産としてもちょうどいい5層のコーヒーバッグ、ネスカフェとティムタムのコラボのモカ、オーストラリアのクッキー、バイロンベイクッキーもスーパーで手に入れました。会社用のばらまきもスーパーで購入。空港で見る同じ商品でもやっぱりスーパーの方が安いです。いろんな種類がいっぱい入っててちょうどいい。持って帰るにはボロボロになりそうなスナックもスーパーで箱売りを発見。黒いやつがオーストラリアの形をしています。ホテルで食べて美味しかったのでアソートも購入しました。動物博士に教えてもらったユーカリキャンディーも購入。日本では買えない歯磨き粉コルゲート、これを使ったら他の歯磨き粉が使えなくなりそう。スーパーで安く販売している時があります。量り売りのドライフルーツも購入してチャオ大満足のお土産紹介でした。夜ご飯はまたしても10ドルステーキが食べられるクロックバー。今日はミディアムレアにしてみました。やっぱりコスパ最強の10ドルステーキめっちゃ美味しい。再び夜の駅にやってきました。この滞在でどうしても見たかったサバンナランダー。ケアンズ駅から北西のフォーサイズ駅を毎週1回4日かけて往復するツアー形式の観光長距離列車です。本当は初日にキュランダまで乗車するツアーに参加する予定でしたが、豪雨のため区間運休となってしまいました。ケアンズ博物館のポスターにもあったシルバーでラウンドした前面、トルゲートの側面、せめて半世紀前の車両を一目見たいと思い駅に見に来ました。
最終日6日目、今日はお昼のフライトで大阪に帰ります。ホテルを出るまで時間があるので、ケアンズの街を最後にぶらり。自然豊かな街で本当にのんびりできました。この後はウーバーで空港まで行きます。帰りももちろん LCC のジェットスター航空。預け入れ手荷物、機内食、エンタメはすべて有料。コンパクトな空港ですが、出国後にはしっかりお土産の販売もあります。搭乗前に腹ごしらえをします。1週間もあればゆったりとケアンズの自然、動物に触れてリフレッシュできる旅行ができます。今回は4泊でゆっくり遊びましたが、日数が少ないなら3泊でも十分楽しめそう。この後無事関空に帰れました。オーストラリアケアンズ4泊6日の旅、これにて終了。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。